皆さん、こんにちは。いよいよ第15回、最終回となりました。本日は、総まとめと AI 支援プログラミングの活用と題して、これまでの学習の振り返りと、これからの時代に非常に強力なツールとなる AI の活用法について解説を行います。本日のゴールは3つです。1つ目は、再確認。これまで学んだ Python や Pandas の知識が、実際のデータ分析でどのようにつながっているかを再確認します。2つ目は、体験。AI、つまりプロンプトを使って、いかに効率的に分析ができるかを体験します。3つ目は、第一歩。皆さんが今後、リハビリの現場でデータ活用を行うための、具体的な第一歩を踏み出すことです。まず、振り返りです。講義の最初で、私たちはスクラッチを使いました。スクラッチで学んだ、イベントや、順次処理、つまり、何が起きたら、何を、どの順番で行うか、という考え方は、プログラミングの根幹です。この論理的な思考こそが、後に AI へ的確な指示プロンプトを出すための基礎となります。次に、Python の基本を学びました。変数や、データ型は、患者さんの名前や年齢といった個別の情報を入れる箱でした。そして、リストや辞書は、複数の患者さんや、複数の評価項目をまとめて管理するための、より大きな箱でしたね。これらはすべて、分析対象の情報をコンピューター上で扱うための土台です。データを箱に入れたら、次はそれを、操る方法を学びました。もし if 歩行速度が基準以下なら、この処理をする患者リスト全員に対してfor、評価点を集計するといった制御構文です。また、PandasやMatplotlibといった便利な道具箱、すなわちモジュールの使い方も学びました。Python の講義第6回から13回は、一貫してこのデータ処理の流れに沿っていました。まず Excel や CSV からデータを読み込み、欠損値などをきれいにする前処理を行い、分析として記述統計や仮説検定を学び、最後に可視化としてグラフ作成を学びました。皆さんはデータ分析の一連の流れをすでに学んでいるということです。そして前回、第14回では、スマートフォンのセンサーデータを使い、動作解析を体験しました。これは、リハビリの現場で得られる、時系列データがいかに重要な情報源であるかを知るためでした。プログラムが、机上の計算だけでなく、実際の臨床データとつながっていることを感じてもらえたかと思います。さて、ここからが新しい内容です。これまでの講義では、コードの書き方を思い出すか、インターネットで検索する必要がありました。しかし、これからは AI にプログラムを書いてもらうという選択肢が加わります。Google コラボには標準で AI が搭載されており、これを使わない手はありません。そして、ここで重要になるのが、AI に的確な指示を出す能力です。その指示プロンプトを正しく作るために、皆さんはこれまで Python の基礎やデータ処理の流れを学んできたのです。AI 支援には、当然ながら良い面と悪い面があります。メリットは、定型的なコードを書く時間を圧倒的に短縮できること、そしてエラーが出た時にすぐに修正案を聞けることです。しかし、注意点もあります。AI は平気で間違えます。AI のコードを鵜呑みにせず、このコードはおかしいぞ、と気づける基礎知識が必要です。AI に頼りすぎると、結局何も身につきません。最終的な判断は、私たち人間が行う必要があります。AI をうまく使うには、良い指示、つまり、良いプロンプトが不可欠です。リハビリのデータを分析して、といった曖昧な指示では、AI は何をすべきかわかりません。Pandas を使い、一重引用符 patients.csv 一重引用符を読み込み、一重引用符英字一重引用符列の平均値を計算して、というように、これまでに学んだ、ライブラリー名、ファイル名、具体的な処理を指定することが、良いプロンプトの鍵となります。それでは、実際にコラボで AI を使ってみましょう。まず、AI 機能を有効にする必要があります。コラボのメニューから、ツール、そして、設定を開きます。AI アシスタントのタブで、生成 AI 機能の使用に同意にチェックを入れてください。
これだけで画面の右上にジェミニのアイコンが表示され、準備完了です。AI の使い方は主に2つです。1つ目は AI チャット。画面右上のアイコンから開けます。ここで、パンダスのデータフレームとは、といった質問をしたり、エラーコードを貼り付けて、修正してと頼むことができます。2つ目は、コード生成です。コードセルに表示される、生成ボタンを押し、マトプロッティブで棒グラフを作成のように日本語でやりたいことを書くだけで、コードを自動で生成してくれます。では、ここからが実践です。脳卒中患者のリハビリ介入 A 群、B 群で、フィムの改善効果に差があるか、というシナリオで分析を進めます。使用するデータは、このような構成のリハブアンダーラインデータ .csv です。ペーシャントアンダーライン ID、グループ、エイジ、介入前後のフィム歩行速度が入っています。最初のステップは、データの読み込みです。AI チャットやコード生成機能に、パンダスを PD としてインポートし一重引用符リハブアンダーラインデータ .csv 一重引用符を読み込み、DF に格納。先頭5行を表示といったプロンプトを与えます。すると、AI は右側に示すようなインポートパンダス as PD から始まるコードを瞬時に生成してくれます。それでは、コラボの AI 機能を使ってみましょう。コードセルを新しく作るとこのように AI で生成するという、こういうような表示が出てきます。そこでこの生成のところをクリックするとですね、この下の部分かこちらの部分ですね、サイドバーのところに表示がプロンプトを入れるところが出てきます。そこでここにプロンプトを入れるんですけども、その前に、作っておきましょう。例えば次のコードを生成してって書いて、条件をここにこう書いていきます。で、これをですね、コピーして貼り付けていきます。ここでですね、セルが空白ですって書いてあるので、ここをクリックして消した上でここに貼り付けます。そしてここで送信を押します。そうすると AI が考えてくれます。そして、コードをこういう形で生成してくれるわけですね。で、これを実行できるかを確認をこういう形ですると、この場合はデータを読み込んで表示というのがここでできました。こういうような形で活用してください。次に、前処理です。介入効果を見たいので、介入後のフィムから介入前のフィムを引いたフィム改善度の列を新しく作りましょう。プロンプトで DF に一重引用符フィムアンダーラインチェンジ一重引用符という新しい列を追加。値は一重引用符ポストアンダーラインフィム一重引用符から一重引用符プレアンダーラインフィム一重引用符を引いたものと指示します。AI は DF 一重引用符フィムアンダーラインチェンジ一重引用符イコールというコードを正しく生成してくれます。データが整ったら、まずは全体の傾向をつかむために記述統計を出します。DF を一重引用符グループ一重引用符列でグループ化し、一重引用符フィムアンダーラインチェンジ一重引用符列の平均値と標準偏差を計算して、と指示します。すると、グループ B と .mean.std を使った、まさに私たちが講義で学んだコードが生成されます。次に、グループ間の差を視覚的に確認します。C ボーンで箱ひげ図を作成。X 軸は、地重引用符グループ一重引用符。Y 軸は、地重引用符フィムアンダーラインチェンジ一重引用符。グラフタイトルは日本語で、フィム改善度のグループ間比較と指示します。ポイントは、日本語表示のためのコードも AI に含めてもらうことです。これで、右下のようなグラフがすぐに描画できます。別の視点でも見てみましょう。年齢とフィム改善度に関係があるか、散布図で確認します。マトプロッティブで散布図を作成。X 軸は地重引用符エイジ一重引用符、Y 軸は一重引用符フィムアンダーラインチェンジ一重引用符。X、Y 軸のラベルを日本語で設定し、グリッドも表示と指示します。これも学んだ通りのコードが生成され、
データがどのように分布しているか一目でわかります。さらに深く分析します。例えば、歩行速度と介入後のフィムに相関があるかを見てみましょう。SciPI のスタツを使い、一重引用符ゲートアンダーラインスピード一重引用符列と一重引用符ポストアンダーラインフィム一重引用符列のピアソンの相関係数と P 値を計算。欠損値は除外してと指示します。AI はドロップ名を使って欠損値処理を行った上で、ピアースンルを実行するコードを生成します。いよいよ、最初の疑問であった、A 群と B 群のフィム改善度に有意差はあるかを検定します。A 群の一重引用符フィムアンダーラインチェンジ一重引用符と B 群の一重引用符フィムアンダーラインチェンジ一重引用符で、独立サンプルの T 検定テストアンダーライン IND を行い、T 統計量と P 値を表示と指示します。AI は、データを2群に分け、スタツ、テストアンダーライン IND を実行するコードを生成します。この P 値を見れば、統計的な判断が下せます。いかがだったでしょうか。AI 支援を使うことで、データ読み込みから統計検定まで、非常に迅速にコードを生成・実行できました。もちろん、AI が間違えることもありますが、皆さんは、次は箱ひげ図だ、次は T 検定だ、という分析の手順を知っています。最も重要なのは、分析の何をしたいかを明確にし、AI に良い指示プロンプトを出すことです。そのために、これまでの基礎知識が必要だったのです。15回の講義お疲れ様でした。プログラミングは目的ではなく、あくまで手段であり、リハビリの質を向上させるための強力なツールです。スクラッチで論理的思考を学び、Python でデータ分析の実践を学びました。AI の登場により、これからはコードを一字一句暗記する能力よりも、何をしたいかを定義し AI という部下に的確に指示を出す能力が、より重要になっていきます。ぜひ、データと共に考えるリハビリ専門家を目指してください。